どうもカッツンです。今回は MG ウィングガンダムゼロエンドレスワルツバージョン経営完成編ということで塗装完成動画をお送りしたいと思います。それでは今回も行ってみましょう。まずはセンサー部分を蛍光カラーで塗っていきます。使用しているのはファレホの蛍光グリーンと蛍光ブルー。蛍光グリーンをベースにブルーを混ぜていきます。ブルーはちょっとずつ様子を見ながら入れていきます。いい感じに調色できたらエアブラシで塗っていきます。愛用しているのはクレオスの 0.3mm ダブルアクション。この胸の真ん中に来るパーツはちょっとだけ真ん中を塗らないグラデにしておきます。こうすることでぼーっと光る感じが出せるんじゃないでしょうか。次は黄色のパーツ。黄色は黒立ち上げのグラデーションができないので白サフベースで塗っていきます。最初はイエローオーカー。この色は黄色系にしては隠蔽力が強めなので塗りやすいです。続いてフラットイエロー。これはあんまり意味なかったかもしれませんね。ここからは黒立ち上げのグラデーション塗装です。基本処理として黒サフを吹いておきます。いやー、ベタ塗り工程は楽ですよね。青パーツで使用するのはこの3色。濃いめの青にはティターンブルー、ウルトラマリンブルー、薄いものにはさらにディープスカイブルー。それでは本ちゃんの塗装に入ります。シャバシャバに希釈して圧力は弱めで吹いていきます。中心から少しずつ領域を広げるようにエッジを避けてじっくりと塗装します。一つの面ごとに丁寧に作業していきます。エッジがあるところやモールドを一つの区切りにすると良いと思います。肉眼だとかなりエッジの黒が残っているように見えるんですが、画像だとどうも分かりにくいですね。さらにさっき吹いた色からはみ出さないくらいで一段階薄めの色を吹いていきます。いきなりこの色で吹かないのは、この色だけだとグラデーションが浅くなるのと発色がいまいちだからです。徐々に明るめの色を塗っていくことでちゃんと発色すると思います。濃いめの青パーツはこんな感じですね。黒、紺、青とグラデーションしていくのが伝わっているでしょうか。薄い青の部分はさらにもう一色塗っていい感じじゃないでしょうか。最後にファレホの偏光塗料をさっとまぶしておきます。塗装の順番的な関係でフレーム部分を塗っていきます。フレームはファレホのメタルカラー。今回はジュラルミンで塗ります。ツインバスターライフルはメタルカラーのキラキラだと違和感があるので、ここはグレーにしておきます。ニュートラルグレーで少しグラデーションにしておきます。赤いパーツを塗っていきます。使用するのはバーントレッド、フラットレッド。青パーツ同様に中心から徐々に吹いていきます。発色するまで
ゆっくりと拭いてあげてこんな感じ。次に1段階薄い色で塗り重ねます。装甲のホワイトパーツはこの5色を塗り重ねていきます。ブルーバイオレット、ウルトラマリン、アズール、ホワイトグレイ、最後に変更塗料のゴールドペールブルー。ブルーバイオレットは黒のエッジをわずかに残すように塗っていきます。続いてウルトラマリンは先ほどのブルーバイオレットのエッジを意識して残します。さらにアズールはウルトラマリンの色が残るように塗り重ねます。といってもあまりセンシティブになると塗れなくなってしまうのでざっくりで良いです。そしてホワイトグレイ、白よりは少し色が暗めですが、装甲色は真っ白よりもこちらが合う気がします。最後に変更塗料を全体にさっと一拭きしておきます。翼の部分は装甲とは若干色を変えたかったのでこの5色です。といっても先ほどのアズールを使った部分をスカイブルーに置き換えただけですけども、このスカイブルーで雪や氷のような冷たいイメージを出せればいいと思います。先ほど同様にまずはブルーバイオレット、こちらもエッジを意識して黒をわずかに残します。続いてウルトラマリン、この色は綺麗なのでお気に入りですね。黒とバイオレットを残すように塗ります。そしてスカイブルー、今回はこの色をメインで残していくようにしたいですね。ホワイトグレーはスカイブルーがちゃんと残るようにわずかに塗る程度にします。ただしちゃんと発色するように中心部分は濃いめに塗ります。塗り終わったものがこちらです。周辺からのグラデーションが綺麗ですね。さてここまででパーツの着色が終わりました。墨入れ前にはクリアを拭いてパーツを滑らかにしておきます。マスターグレードはパーツが多いので塗装ベースに差し切れませんでしたね。墨入れ、デカール、そして艶消しを拭いて組み立てて完成させます。ここまでグラデーション塗装をしてきたわけですが、希釈や圧力などの条件について解説していきたいと思います。あくまでも私の設定値なのでこだわらなくても良いです。まず基本ラッカーのベタ塗りをしている人が多いと思うので、そちらを基準に説明していきます。ラッカー系の最近の流行りは 1,2 回塗装でしっかり発色させる感じなので、比較的濃いめに希釈すると思います。そうすると拭く時の圧力は強め、おおよそ 0.1MPa 以上で拭いてるんじゃないでしょうか。これに対してグラデーション塗装の時は 1.5 から2くらい、おおよそ3倍希釈のかなりシャバシャバにして行います。この時圧力は 0.03 とか 0.05 とかかなり弱めに拭きます。弱めなので距離は5センチから10センチくらいと、近くで拭けると思います。それに対してファレホですけども、こちらは塗料の種類がたくさんあるので、メジャーなモデルカラーを基準に説明します。モデルカラーはそのままでも筆塗りができるくらいまでに薄まっているので、グラデーションの時も希釈は1対1くらいです。ただし粒子が大きくて重たいんだと思うんですが、圧力弱めだとほとんど飛ばない上に秒で詰まってしまいます。なので 0.07 とか 0.1 近くまで圧力を上げて吹き付けています。ラッカー系に比べるとちょっと難易度は高いかもしれないですね。それでは今回の Tips はこんなところで。
マスターグレードウィングガンダムゼロエンドレスワルツバージョン KA 完成です。いつものグラデーション塗装で仕上げました。2004年に旧マスターグレードウィングガンダムゼロエンドレスワルツが発売されてから16年。パッと見変わらないと思っていましたが、中身はガラリと変わっていましたね。いやー、なんかすいません。バスターライフルを合体させて持たせることでツインバスターライフルの再現が可能なんですが、こちらも前のキットに比べて格段にポージングがしやすく、しかも安定感もある仕上がりになりました。センサー部分は蛍光カラーで塗装しているためブラックライトで光ります。翼を前面に展開して大気圏突入モードもしっかりと再現されています。胸のディテールはかなりいい感じじゃないんでしょうか。細かいディテールでメカメカしくなっていますね。腕とサイドアーマーの内部メカチラ見え構造もうまくいってますね。またラピーテープをいろんなところに貼っているので、このキットかなりキラキラします。さて、ウィングガンダムゼロエンドレスワルツバージョン KA の制作をお送りしてきましたが、いかがだったでしょうか。改造部分が気になった方は前の動画もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録がまだの方は登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。